さんこんにちは。菊の春ガレージにようこそ。今日は後ろのノマドのオイル交換をお届けします。ノマドは最近スズキの方からまた受注が始まったっていう案内があったんですけども、まだねこれノマドに乗り始めてから街中でノマドを見かけることがまずほとんどないですね。まあこれから徐々に増えていくんだろうなというふうに思います。で今日のオイル交換は私が普段使っている工具、それとこのノマドに適したオイル、そういったものも説明しながらオイル交換をしたいと思います。めちゃくちゃ風が強いので車をガレージに移動してでオイル交換を行います。大丈夫かと思うんですけども、ガレージの中なので若干画像が暗くなるかも分かりませんが、いけると思うんで最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。ご覧いただいているのがノマドのオイル交換に使用する工具と部品です。でこのラチェットがドレンボルトを外すためのラチェットで、ソケットは 14mm です。オイルフィルターを外す時に使用するのがこれです。で通常はこういうカップ型のものを使用することもあるんですけども、これだと車種ごとにそれぞれ用意しないといけないので、大きさの違うものを。私が使っているのはこの可変型のものです。これ大きさが変えられるんです。これがものすごく重宝していて、車種がいろいろあるので、これだともう大概のものをカバーしてくれるのでいいです。特徴はここが滑り止めになっていて外す時に滑りにくい。それともう一つはここが磁石になっています。で磁石になっているのでオイルフィルターをつけたり外したりする時にここにくっつくので非常に便利です。トルクレンチを使います。ドレンボルトを締め付けるトルクが35ニュートン。半年に1回ぐらいしか使わないので普段は電池を外しています。こちらが純正のオイルフィルターです。品番が16510-81404、これを使います。あとドレンボルトのワッシャーは毎回新しいものに交換します。一つで十分ですけど。でこれが内径が 14mm。 ドレンボルトを交換するときはもう必ず新品にします。オイル漏れ対策もありますし、エンジンを傷めないということもあります。で一回強く締め付けると潰れちゃって柔軟性がなくなるので、もう毎回新品に交換します。でこれが廃油を処理するためのパックです。最も重要なオイルはカストロールの GTX を使用します。合成油で 5W30 です。ノマドの場合使用できるオイルっていうのが 0W16、0W20、それと 5W30、この3種類がトリセツの中で扱っていますが、 0W16 の場合は燃費性能がいいっていうことでスズキの方は推奨しているみたいなんですけれども、 0W16 って全く使用したことなくって、多分もうサラサラのオイルだと思うんですよ。燃費性能には若干寄与するのだとは思うんですが、街の利用かなと言って思います。で大体ジムニー乗りの間でよく使われているのが、エンジンの保護性能を重視したこの 5W30 を使うっていうのがトレンドになっているようです。これがノマドのエンジンルームです。エンジンカバーとかがないので武骨な感じがしていいですね。まだ新車の輝きがあります。オイルの投入口、これを緩めておきます。ジムニー系のオイル交換で嬉しいのは全くジャッキアップがいらないんです。
こういう段ボールを下に敷いてやるだけでオイル交換が可能になります。ノマドの下に潜ります。手前にあるのがオイルフィルター。奥がドレンボルトです。このドレンボルトを 14mm のソケットで外します。内径 14mm の新しいワッシャーに交換します。トルクレンチを35ニュートンにセットします。35ニュートンに達すると警戒音が出ます。このノマドもそうですしジムニーもそうなんですけども、ジャッキアップはしなくていいんですが、このオイルフィルターを外すのが大変です。こういうバーがいろいろ邪魔になるので、これが大変なんです。新しいフィルターのオーリンクにオイルを塗ります。トルクレンチを14ニュートンにセットします。オイルフィルターの締め付けはだいたい着座から4分の3回転です。ただこのノマドの場合、周りにカバーがついてるんですよ。ですからこれ手でね締め付けるのはちょっと無理だと思います。トルクレンチで14ニュートンで締め付けます。これ汚れるのが分かってたので事前にテープを貼っておきました。けどあんまり意味なかったですね。ないより多少はマシだったかも分かりません。オイルフィルターを交換した時のオイル量は 3.6 リッターです。オイルレベルゲージの真ん中までオイルが入りました。エンジンを始動します。ノマドのオイル交換が終了しました。オイル交換をした後で少しアイドリングして、で近所をぐるっと回り終えて下に潜ってオイル漏れがないことを確認すると。これが一つですね。それともう一つが、オイルゲージもしばらくしてからオイルゲージを抜いてちゃんと規定量入ってるかと、ここまで確認して、問題はなかったです。最初に言ったようにジャッキアップしなくていいっていうのは非常に楽なんですけども、オイルフィルターレンチ交換するのがちょっと面倒くさいのと、それぐらいで、簡単にオイル交換の方は終了しました。
また今後もですねいろいろ車の動画上げていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日はここまでとなります。最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。この後急激に天候が悪化して雪が積もりました。